はい、それでは今日はこれです。ミニトマト。今日は10月の3日、昨日誘引して、で、今日脇芽と下葉をちょっと整理します。脇芽は、まあこれが脇芽なんだけど、これを取っていくんだけど、これ注意するときに、たまに芯が止まってるやつがいるから、芯が止まってる場合は、こっちを今度伸ばして作っていかなきゃいけないから、芯を確認したら取る。そして、下葉も取る。この細かい下葉。粉じらみいる。脇芽。本当にこれ確認しないとね、特に下の段の方が止まるやつとか出やすい。ある程度こうやってピュっていっちゃえば、大丈夫なんだけど、これは本来脇芽になるところが、これは葉っぱになってんだな。こう。で、下葉ももう、最初の序盤のやつはもう、疲れてきて効いてないので、取っちゃいます。それこそ粉じらみが下に寄るから、いらない。で、これはこうなって、ここに1段目がついて、で、これ、取る。でね、面白いのがここにあるんだよ。これ。ほら、これはもうさ、早速さ、ここの芯が止まってんだよ。はい、止まって、脇芽がこう2本出てきたってこと。ほら、ここ止まってるでしょ。ここが本来、ここからこの軸からビューって出るはずだったんだけど、それが出なかったから、脇芽がこんだけ伸びてきて、だからもうここはいらない。これ2本残すんですか？いや、2本残さない。こっち、どっちでもまあ同じ育ちだったんだけど、こっちの方が花が先に開いてて、こっちもついてるけど、あれだからこっちにした。これでまあ育っていくと思います。たまにね、そういうやつ出るよ。上で芯止まってるやつありますかね。どういうのかあんまりよく分かってないんですけど。だからさ、今んとこないな。そのうち多分出てくるから、見っけたら教えるけど、ここがこの成長点がないんだよ。止まってるっつうか。枯れてるとかじゃなくて、もうただない。ただない。下をきれいにして。もうこんなでかいのがついてる。止まってんのないかな。止まってんのがあれば。止まってんの。まあ、教えるのにあれだけど、ないっちゃないね。今んとこないで。順調にいってるってこと。るのはやっぱり暑すぎたりすると。いや、まあいろいろ原因はあるけど、こんないっぱいやってっとたまにそういうやつが出る。まあでもなんつうのかな、気象の条件の関係で多くなるのか少なくなるのかみたいなのはあるかもしれないけど、これはまだな。そう、でもしさ、だからここ芯が止まっててさ、脇芽までこう全部取っちゃうとさ、行きどころがないじゃん。まあでもね、そのうちどっかしらから恵んでくるのよ。今度それを育てていくんだけど、もうここでもしこいつがなかったとしたら、それを待ってるしかないじゃん。それでかなり遅れちゃうから、例えばこの状態とこの状態でもしここが止まってたら、このまま伸ばしていけばいいから、そんなにペースを他と成長の度合いがおかしくならずに同じようなペースでいけるんだけど、例えばもうこれ取っちゃってたとして、でこういうところからこういうのが恵んできたりしたら、今度それを伸ばしていかなきゃいけない。そうするとまたかなり周りの成長のペースとかなり狂ってくるから、だからうちはこの脇芽、このねシュッて出る脇芽がね、何本おきかにいい脇芽、このいい脇芽がね、何節か大きいに出るのよ。このね
花の段の下にその段、はい、段の下のやつが太くなる、はい、例えばだからここからも出るんだけど、はい、今は出てないけどちっちゃいやつしか出ない、でここもほら花の段がついてそのすぐ下のこれがやっぱ同じようにシュッて成長していく。で脇芽は全部取るんですよね。脇芽は全部取るもの、ただやっぱり成長の確認をしながら取っていくってこの花の一段とかがついてるすぐ下に、はい、この勢いのいい脇芽が出る、なんか2本伸ばすとことかもあるじゃないですか。ああ、2本仕立てね。2本仕立てもあるよ。2本仕立てだったらもしやるとしたらもうこの葉っぱ 3,4 枚ぐらいで頭止めちゃうと、はい、脇芽が勢いのいいのが出てくるから、そこからまたいいやつを2本に仕立てていく。まあ、そうするとさ苗代とかが抑えられるよね。半分で済むから。まあでもこうストレートにこう1本で育てていくより序盤のペースが遅い。はい、ほらこれはこのままいくけど、ここから1回止まってこれをこう伸ばしていかなきゃいけないから、ね、まあどうなんだろうな。まあ結構今さこういう大病性の品種ってさ、種も高いし、で苗で買うとなるともっと高いから、しかも接ぎ木とかして大病性の苗を買うと多分1本200円じゃ買えないかったりするから、苗ね、接ぎ木苗、そうすると例えばここだと、300本ぐらい割ってんだけど、150本買って2本仕立てで、まあコストの問題だよね。でしまいには大体一緒にはなれるんだけどね、育っていけば。まあ僕はだからそこまあ自分で育苗もするし、まあそれでも今種一粒が50円ぐらいするからね。川柳とかで買うと5万とかだよ、種がね。もうこの大病性とかね、そういう今の一番なんつうのかな、強くて育てやすい収量が取れるみたいな種はさ、トマトの種もかなり値が上がっていくからさ、高くなってる。まあだからそうだから2本仕立てでやる人も、特に買い苗で接ぎ木苗とかでやる人は、まあでもうち接ぎ木しなくても蒸気消毒だから、大丈夫だから、まあそこら辺は助かるね。そのまま未消でいけるし、まあだから結構だからそういうコストもさ、初期投資はさベッドってすごく高くかかっちゃうけど、長い目で見ていくとそういう消毒代とか、その大病っていうか根っこの病気とかの対策とか、そこもコストかかるから、それがかからなくなる分いいよ。でそして蒸気をやると回転が速くなるね。これで土壌消毒で薬とか使ってやると、やっぱり柵と柵の間に薬を打ってからこうガス化して効かせて、で、ガスを抜いてそこから植えなきゃいけないから、その期間がしばらくかかるから、蒸気だったら蒸気通して蒸して冷えればすぐ植えられるから、そうこれをだからいい方法というか、例えばここに大きいやつがついてたんだけど、ほらこういう小さいの、これ分かりやすい。このシュートの下のやつはこう成長がするんだけど、その下のやつはこんなちっちゃいやつ、ちっちゃい脇芽で、これ芯があるからこれは取っちゃう。こんな感じ、です。脇芽取り。今日は10月の3日です。もう1段目が咲いて、早いやつはだいぶ結実してきてるのもある。ほらシングルだね。
シングルってさこれが1本でシュートが出てるってこと、はい、これがダブル、ほらこれ2本になる。まあ基本ダブルとかがずーっとダブルが出続ければミニトマトはよく取れるんだけど、まあ下の方はそんなになんつうのかな、やっぱりシングルになりやすい。でもこれ1段目からダブルだ、これは。でもね、この1段目2段目とかはまだ味がそこまで美味しくならない。今ほらもう実がなってっけどさ、どっちかって言ったらこの実をっていうよりこっちの木の方を今育ててる状態だから、これが充実するようにって考えてないから、栽培で。だからこっちはまだそんなに味は乗らないと思う。それはどうするんですか？捨てちゃうんですか？捨てなくた極限までは美味しくはないけど、ただ普通のミニトマトにはなる。そしたらそれを承知で買ってもらうとか、あとは出荷するとかで、3段目以降で本当に美味しくなってきたら、うちのいつものお客様の注文のやつで送るみたいな感じでやってます。はい。まあトマトはさ、ここから冬に向かってやっていくとさ、メロンと違って最低温度が本当に8度とかで済むから、メロンは20度だけど、だから暖房が効きづらいところとかはトマトをもう地道にずっと春まで育てていった方が安全というか、メロンは失敗するとさ、油代が取れなかったりするから、まあだからそこも考えながら栽培していったらいいと思うな。はい、それでは脇芽取りやりました。次はまあもうちょっと上に行って段数が増えてきて、この実がある程度成長してきたら、これが成長してきたらまた栽培日記につけたいと思います。はい、今日はトマトの脇芽取りでした。おまけです。芯止まり見つけました。ほら、芯が止まってる。1段目がついてもうそれしかない。その先がない。こういう場合はもうこの脇芽を伸ばしていく。だからこれで脇芽がなくてさ、もしこれがなかったらさ、成長点が全然ないから、まあでもさ、そのまんまでは多分いられないから、どっかから芽が恵んでくるんだけど、今1本こいつがいるから、これを伸ばしていけば済む。そうそう、よかったね。よくないんだよ、栽培的にはよくないんだけど、こういうやつっていうのが分かったからよかったと思う、はい、だから芯を確認しながら、だからもうこんな感じだからさ、一目見たらもう止まってんなって分かるでしょ。だからまあだからそこを確認しながら1本ずつ取っていきましょう。はい、確認ができました。